そんな時もあるか。はい、今宮おつみや星見薬園です。では、グレイブヤードキーパーの4回目やっていきます。よろしくお願いします。では、前回の続きからやっていきたいと思います。プレイ。粘土が作れるようになったので、あとガラスも作れるようになったので、ガラス製品のアップグレードをまず作りたいなって思います。何やってたか忘れちゃうんだよね、毎回。研究テーブルはあるから、錬金術作業台かな？錬金術作業台を設置しよう。カメラ。ほい。フラスコと金具と板ですね。フラスコを作るにはまずガラスが必要で、ガラスを作ったらガラス容器を作って、ガラス容器を作ってやっとフラスコが作れますね。だからまずガラス作りからかな。ロを使えばいけるはず。余ってるロがありません。ひとまず鉄の生産を一度やめて、そこでガラス作りましょうか。まあ、ローもう一個作っちゃってもいいのかな。ちょっと確認しよう。ロの2じゃないとダメなんだ。じゃあどっちか開くの待つしかないっすね。じゃあ畑作業して時間でも潰すか。あと、お墓をね、お墓じゃない、ご遺体を埋葬もしたいので、まずは人参を収穫して、その収穫した人参をロバさんに渡して、ご遺体を持ってきてもらいましょう。そろそろ肥料いらないかもしんないっすね。255個もあれば。もう十分かな。ちゃう。人参。で、まず肥料を入れてから人参。麦もいけるな。まあ、今はいいか。で、入れて、作物はこっち。人参30個。まあ、30は、20ぐらいでいいかな。忙しくなっちゃうからな。
人参を20入れてと。ストレージも大丈夫よね。うん、あと2つ鉄ができれば開くと思うので。どうしようかな。余った人参をちょっと人参スライスにしましょう。お肉はないか。まだ焼いてないですね。どうしようかな。まあ暇なので、錬金術作業台の他のパーツを作っとこう。板6枚と金具3個。金具が3個。あと板が6枚。そろそろ終わりそうですね。早くできないかな。で、材料を届けに行こう。ボックスに入れとけば自動で使ってくれると思うので。板と金具。錬金術台が作れればインクが作れると思うんですよね。インクというか墨か。どうっすか。まだか。あともうちょっと。せっかくだから待ってよ。意外にローいろんな種類で使うんですよね。オッケー。で、まずはガラスが必要。水がない。ガラス炉。フラスコを3つ作んなきゃいけなくて、3つ作るにはガラスが2個いるから、6個ぐらいか。ちょっと多めにガラスを作っといた方が良さそうですね。何かと使うしな。お水を汲んどいてと。で、アイテム消費してと。ここに入れとこう。もうちょっとあってもいいよね。調理場でも使うしな。さすがに水を汲むだけじゃ経験値は入んないんだな。で、これを入れといてと。50個ぐらい作っとけばいいよね。で、こっちで、鋼鉄のインゴットを作りましょうか。30個ぐらい。
これでまた時間かかるな。他になんか作れるもんないかな。もしくは研究するのもいいかもしれないですね。研究の材料になりそうなものを持っていくか。石の素材とか持ってくと、あれかな。研究ポイントになったりするかな。あ、死体来てる。ちょうどいいね。死体待ちしましょう。新鮮なお肉入りました。はい。埋葬しちゃってもいいか。死体回収してと。どこに埋めようかな。もうないっすね。ちょっと外作を作りに行きましょう。外作。あ、こっちが開いたね。どうしようかな。こっちで何作るかだな。ひとまず鉄でもいいか。でも鉄の在庫がもうないっすね。鉄の在庫なくなったか。ちょっと取り行くか。まあ、後回しでいいや。石の外作。石の外作2も一応作れるんだよな。まあでも今の段階だといいか。石の外作を6個ぐらい作りましょうか。おっと、荷物がいっぱい。いらない荷物は預けに行こう。食べ物をね、ストックできる場所が欲しいんだよな。ひとまずここに入れるか。100個はここに入れといてもいいな。ストレージ広げられたらいいんですけどね。OK。あと墓標も作りたい。3個ぐらいでいいか。OK。お墓作れたら、ちょっと鉄を取りに行きましょう。外作入れて、はい。で、ストックも入れといてと。この辺はもういらないっすね。
この辺はもういらないから処分しちゃおう。で、新しいお墓も作っといて、そろそろ飾りとかもつけたいっすけどね。こうしてと。ああ、これつなげられるんだな。でもつなげちゃうと加工できなくなるんですよね。そこ難しいとこだな。スペースだけ確保しとくか。こういう感じで。そろそろいっぱいになってきましたね。ステータスの低い墓はそろそろ処分というかご遺体は燃やしちゃってもいいかもな。ポテンシャルの高いご遺体だけ残して。赤いのが多いのとかね。これとかきついもんな。かなりの悪人だな、この人。あ、そうだった。鉄取りに行くんだった。鉄取り行きましょう。採石場へ行ってと。ある程度確保してあるので、いくつぐらい ?60 個ぐらいかな。50あればいいか。ひとまず。ワープストーンがまだ使えないので暇つぶししましょう。いい感じに経験値溜まってきたな。やっぱ青の経験値がなかなか溜まんないっすね。研究すればいけんのかな。墓石とか外作を研究したらいけるかな。ちょっと確認してみるか。石関係、お墓関係、錬金術関係で経験値が、青い経験値が入るらしいので、ちょっと墓石と外作を研究したらもらえるんじゃない？無理かな。あ、もらえますね、やっぱり。あ、でも進行が足りない。進行ここに入れてなかったっけ？全部使っちゃったか。ここ繋がってないんですね。上と下で。上と下でストレージが繋がってるといいんだけどな。これを入れとけばいいでしょ。いくつぐらいもらえんだろう。はい。あ、結構もらえる。結構もらえますね。あ、結構もらえる。いいね。お墓の設備を研究してなんか変わるのかなって思っちゃうけどな。シュールだよな。じゃああれだな。一式作って研究してみるか。いいね。
経験値の手に入れ方がやっと分かってきましたね。で、鉄鉱石を入れましてと。で、鉄の生産を始めて、まあ20ぐらいかな、ひとまず。結構余ってきちゃってますしね。ご遺体届きましたと。急いで戻れー。さあ、どんなスペックなんでしょう。善人か悪人か。あ、結構半々ですね。いいこともしたし、悪いこともした人なんだな。どうしようかな。まあ、焼いちゃうか。まあでも、最大で5上がるのか。まあ別に埋葬してもいいか。で、脂肪を抜いて、最近極端に悪い人来ないっすね。悪い人来てくれないとお肉が取れないんだよな。お肉と皮が取れないから、それはそれで困るんですけど。で、埋葬してと。オッケー。ちょっと寝ちゃうか。いいね。埋葬証明書でも結構金が貯まるのでありがたいっすね。今日お祈りの日だな。お祈りも忘れずに。お祈りの日、お祈りの日。まだか。早くフラスコを作りたいんだけど、炉が開かないっすね。墓場いじってればいいか。ちょっとなぁ。評価の低いご遺体を燃やしちゃいましょうか。あれ？あ、そっか。お祈り持ってきてなかった。あれか、まだ、時間が早すぎる？ああ、エピスコプさんが、エピスコプさんが来てからなのね。失礼しました。これでいけるね。お祈りタイムです。お願いします。お金と信仰をいただきます。いいね。でも、これが限界かな。今のところ。もっといいお祈りを作らないと、これ以上はもらえなそうですね、信仰が。いいね。信仰重要っすからね。研究に使うので。いいね。お祈りで、寄付で結構お金がもらえるようになってきたから安定してきましたね。で、
ちょっと評価の低いお墓を解体したいですね。なので、死体発掘許可証を買って、これとかかな。33か。22。31。結構評価が低いの多いっすね。ひとまずこれからかな。掘り返す。あれもらったよね、今。これをまず取り除かなきゃいけないのか。なかなか大変っすね。この状態で掘り返して、で、燃やしちゃえばいいのか。で、2個ぐらいもらって、評価の低い死体を全部、あ、もう1個ありますね、1が。微妙だな。初期のお墓に埋葬されてる人ってやっぱ結構ステータス低めなんだよな。1の人を全員下げるか。そうっすね。1、2、3。3つかな。3つ。遺体の状態が悪くなるとどうなるんですかね。ゾンビ化とかすんのかな。そっか。この死体たちってお肉とか取れるのか。冷静に考えると。じゃああれだな。加工してから焼却した方が美味しいな。なかなかマッドサイエンティストなゲームだよな。そう考えると。埋まってた死体を回収してお肉を食べるっていう。どう考えても腐ってるだろうって思うけど。死体が腐らない世界なのかもしれないし。どうしよう。この辺もいらないよね。あ、でも、そんなに性能が低くないから、そのままでもいいか。いいね。いいねってのおかしいけど。皮をもらって、お肉もらって、心臓もらって、内臓もらって、脳みそもらって、で、回収するか。あ、なるほど。燃やせばまた死体埋葬証明書がもらえるんですね。だから損はしないのか。よくできてるね。お塩と炭を入れといてと。せっかくだから待つか。
意外に時間かかるのか。あ、できたできた。で、塩と炭。で、外作と墓標はそのまま再利用しましょう。で、皮と心臓と腸は地下室にしまいましょう。もう入んなくなってきたな。ストレージがもうちょっと欲しいな。まあこんだけいっぱいあったらもう回収しなくていいか。そんな数使わないもんね。で、死体埋葬証明書を入れてと。で、お肉も入れてと。オーブンが開いたので、ちょっとお肉を焼きましょうか。どこの肉なんだろう。太ももとかかな。お腹の肉とかかな。どの部位なんでしょうね。お、いいね。ガラスの製造が終わったので、次フラスコ。フラスコが3つ必要だから、まあ、余分に作っとくか。で、あと畑かな。なんだかんだ言って忙しいっすね。物作ったり、畑やったり、墓の整理したりで。肥料も作って、おー、いいね。そろそろ肥料も作りたいですけどね。材料が揃ってないんだよな。いいね。これでいつでもロバに対応できますね。で、肥料を植えて、お、エリコさん、コンミヤです。で、種植えて、今日も順調ですね。順調です。とっても順調です。種がもうありません。種ないか。一応、麦はあるな。まあ、ストック数も結構あるんで、今、野菜は。うん。当分、いらないっちゃいらないんですけどね。だいぶ食べ物は安定しましたね。売却しない分なら
売却しなければ十分やっていけますね。よいしょ。お、フラスコできてる。フラスコの制作でもあれなんだ。研究ポイントもらえるんだ。フラスコ。フラスコ作成で研究ポイント貯めるのもありかもしんないっすね。ほっとけば作ってくれるし。お墓の整備に行きましょう。自立されていらっしゃる。成長しました。やっと自立できましたね。長かったぜ、ここまで来るのに。これもいまいちいいご遺体じゃないんだよね。そういえば飾りとかも作れるんですよね。花壇とか石の納骨堂。花壇どれぐらいなんだろう。石と肥料と花ですね。花は何色でもいいのかな。ちょっと味気ないっすもんね。ちょっと暇だし、飾りでも作るか。白い花で試してみるか。あ、蝶々だ。蝶々もクエストアイテムでしたね、そういや。石と、こんなにはいらない。あと肥料か。肥料を回収しに行こう。肥料もこんなにはいらない。遺体が来た。遺体処理をして、それから庭を作りましょう。あ、やばい、遺体1個忘れてた。忘れてたよ。処分するの。置きっぱなしにしてましたね。いやー、これあんまり状態良くないな。これはお肉かな。ちょっと、荷物がいっぱいだから荷物を置いてきてから死体処理しましょう。死体処理結構荷物ね、使うんすよね。これでいけるかな。あ、いけますね。あ、でも赤い花じゃないとダメなんだ。赤い花じゃないとダメらしいです。じゃあ使っちゃうか。死体処理しないと。お肉をもらって、あと皮かな。で、脳みそと、腸と、心臓をもらって、よし。処分しに行きましょう。赤い花ってどこで咲いてんだろう。ち
ちょっと赤い花探しに行くか。状態どれぐらいになってるんだ？あ、でもそんなに状態下がってないっすね。お肉もらって、皮をもらって、すごいよね。死体の処理しながら飯をここで食って、で、さらにまた作業を続けるという。産地相当高いんだよな、この主人公。こんな状況なのに。羨ましいぜ。メンタルがすごい強いんでしょうね。オッケー。強メンタルですよね。羨ましいわ。やっぱ精神力って重要だもんな。そろそろもういらないっすかね、脳みそとかは。溜まってきちゃったから、ストレージがもういっぱいだから、皮ぐらいかな、必要なのは。で、この方も燃やしてと。あと焼却設備も作らないと。で、荷物整理してと。黄色い花は咲いてる。ちょっと赤い花探しに行きましょうか。赤い花探しに行こう。常人には無理なメンタルです。主人公の最大スキルはメンタルだと思う。羨ましいよな。強メンタルマジ欲しいわ。動じぬ心欲しいわ。くじけぬ心欲しいわ。装備したいわ。絵面だけだと綺麗なキャンプファイヤー。本当ですね。綺麗に燃え上がってる。お肉入れて。蝶々はキーアイテムだから保管しといてと。あ、2個だけある。どこで赤い花集めたんだろう。町の方かな。ちょっとワープで町行ってみるか。ついでに物売りに行こう。最近結構引きこもっているので、お町に行きましょう。間違えたわ。ワープポイントを間違えたよ。家にいるのに家にワープしちゃったよ。やらかしたわ。まあ散歩でもいいか。花探しに行かなきゃいけないしな。赤い花が彼岸花だとしても違和感がない。ああ、いいですね、彼岸花。昔は結構彼岸花って咲いてたんですけどね。今あんまり見ないよな。あ、彼岸花発見。なんでなんだろう。やっぱ不吉だから狩られてんのかな。わからないけど。あんまり赤い花はないか。いいね。なるだけいっぱい持って帰りたいっすね。
埋葬証明書を売却してと。今、あぜ道がコンクリで舗装されてしまって、彼岸花はなかなか生きられないらしい。もともとモグラ対策に入れられていた。そうなんだ。モグラが彼岸花嫌いなんだ。じゃああれですね。畑の多い地区だとまだあるかもしれないですね。モグラ対策で。面白いですね。今、モグラもそんな見ないもんな。地域によるのかな。よし、帰りましょうか。これで、お墓に花を飾れる。わあ、また遺体来たよ。なかなかいいタイミングで来るんだよな。でもこれでラストかな。人参がなくなってるので。でも最大値は高いんだよな。だから最大5か。眠たくなってしまった。眠たくなると自動的にスタミナが半分になるんですよね。米作りがメインのところはまだある。へえ、そうなんだ。勉強になりますな。ここに埋めてあげてと。スタミナポイントが半分になるだけで、別に寝なくても問題ないっぽいっすね。半分以上回復しなくなるっていうか、最大値が半分になるって感じっすね。睡眠不足モードは。でもまあ、睡眠不足は脳細胞が死ぬので寝ましょう。睡眠不足も辛いんだよね。特に徹夜で動いたりすると、なんか、わかんないけど脳みその裏側が痒くなるんだよな。日光を異様に明るく感じたり。よろしくないですからね。もう Amazon に頼んだ佐川急便レベルの配達。お気配よろしく。本当だよ。ちゃんと届けてるだけ偉いだろって言われそうだよな、あのロバには。ちゃんと届けてやってんだから感謝しろよなって言われそうですよね。お肉はいらないです。そして、ちょっと人参多すぎるな。50個。いや、こんないらないよね。50個ぐらい置こう。ちょっと人参多すぎる問題になってきたな。社畜の鏡。いやいや、社長ですから。どっちかっていうと社長じゃないですか。社畜っていうより。ベンチャー企業社長ですよ。これで OK かな。あ、そっか。忘れてた。当初の目的を忘れていたよ。で、花壇。花壇、なるほどね。ワンスペースなのか。ぼっしょ。なるほど。墓は33だから、墓が置けないとこに置いてあげるか。でも意外に置ける場所少ないっすね。こんだけなんか意外に空いてるとこにバンバン置けんのかなと思ったらそうでもないらしいです。こうね、置けたらいいのにね。
まあ、空いてるとこに置いてあげるか。まあでも、お墓に花添えるとちょっと評価上がりますしね。配置難しいっすね。こことか、あれかな。あ、じゃあ、ダメだな。移してあげたかったけど、移しても、回収の許可証がないとダメなんでした。まあいいや。さて、そろそろフラスコができているので、様子を見に行きましょう。お、いいね、できてる。で、複合円錐ガラス炉。これを作りたいですね。OK。で、荷物整理して、ツルハシがな、邪魔なんですよね、マジで。ツルハシ売れないんですよね、新品状態でも。ボロボロのツルハシしか買い取ってもらえないから、もうこうやっていらない装備を入れるスペースを作らざるを得なくて。あ、捨てちゃってもいいのか。処分するって枠もあるんだよね。もったいないけどね。まだ使える道具なのに。さあ、どうしようかな。あとあれですね。木を切りたかったんだ。木を切って、焼却所の薪を集めたかったんでした。それもやるか。よいしょ。複合。なんだったかな。複合。なんだ。何でしたっけ。フラスコを使ったやつですよね。なんかこう、分離させるやつ。水蒸気と水を。これ。フラスコの上がクイって曲がってるやつ。学生時代に科学の実験で使った気がするけど、もう覚えてないよ。どんな名前だったかな。フラスコと、なんだっけ、測るのとか何でしたっけ、容量を。メジャー違うな。それは普通に長さを測る道具だな。マスメジャー違うな。もう覚えてないね、本当に。いやー。学校卒業した当初は覚えててももうさすがに忘れますね。科学実験に使った道具の名前なんて。お仕事でもう未だに使われてる方じゃないと分かんないんじゃないかな。OK。薪を作ろう。マスシリンダー。メスシリンダー。メスシリンダーね。あ、そうだ、それだ。容量運ぶやつ。あ、容量を測るやつか。懐かしいっすね。もう科学で使った道具の名前マジで忘れちゃったな。結構覚えてたんですけどね。なんか最近このパターン多いな。炭酸死体が多いっすね。まあでも5は取れるから最大で悪くはないか。
最悪燃やしちゃえばいいしな。試験が終わったら忘れる。忘れちゃうな。もうそれって世界史とか日本史完全に忘れてますからね。もう覚えてないよ。年号なんて 100% 忘れたし。もったいないっちゃもったいないですよね。忘れちゃうの。完全記憶能力があればいいのに。せっかく覚えたのにもったいないよな。あ、できてるできてる。これで作れるんじゃないかな。一休みしてから作ってみましょうか。つうか薪を作る予定だったのに結局そこまでいけなかったな。よいしょ。血液と脂肪を入れて、複合塩水ガラス炉だそうです。なんだそれ。なんだそれ。聞いたことないよ。でも名前があるってことは実在する道具なんだとは思うんですけど。聞いたことないよ。でもこれでさらに錬金術が発展すると。いつの間にか錬金術までやるようになりましたからね。大丈夫。チャット GPT も AI もあるのは大人の特権です。子供も今使ってんじゃないですか、下手したら。わかんないけど。実験ができますね。速さの粉、生命の粉、血液。灰。これで油と灰を混ぜればいいのか。なるほどね。了解。ってことはあれだな。ミルとかで骨とかは結構作っといた方がいいっすね。こうやって。錬金術で使うかもしれないから。骨加工しといて。ストックしといた方がいいっすね。骨以外はなんだ？あと腸か。生命の粉に、腸を生命の粉にしちゃえば、そんなに場所取んないしな。すごいね。人間の腸を粉にすると、生命の粉になるらしいです。カオスすぎだよな。確かに子供も使ってそうですね。もう勉強とかで普通に使ってんじゃないの？宿題とかで。めんどくさいから調べちゃおうぜって。まあ、それったらインターネット使って調べたりしてそうですけどね。脂肪は何になるんだっけ？なるほど。粉にする道具と液体にする道具って感じか。細さの溶液。で、脳みそが生命の溶液。なるほど。腸が生命の粉になって脳みそが生命の溶液になるんですね。勉強になるな。機会があったらやってみよう。油と灰と石鹸。石鹸になるのか。ちょっと試してみましょうか。OK って。
これで結構。心臓は何に使うんですかね。心臓はどこで加工するんだろう。心臓出てこないんだよな。フラスコの形のやつがあるんですよね。また別の器具で使うのかな。でもこれで油と灰だよね、きっと。油と灰を混ぜればインクが作れるんじゃないか説があるんですよね。とまず灰を取りに行こう。灰というインクというかインクの材料になる黒い液体が作れるんじゃないかな。灰をいくつか持ってって塩も持ってってちょっと調べてみましょう。で、油か。油を持ってきてないや。油も持ってこないと。アイテム数が増えて混乱してきましたね。難しいぜ。キッチンに油入れてたよね。あったあったあった。ひとまず2つぐらいでいいか。インクに油必要なら結構な数買っといた方がいいっすね。自分で作るのちょっと大変なので。よし、OK。これを使ってインクを作ってみましょう。インクを作ることができれば、ってかな、そのお祈りが作れるようになる。インク。入れられない。じゃあどうやってインク作るんだろう。水かな？それか研究しないとダメ？いや、そんなこともないよね。油じゃないらしいです。じゃあ水か。ちょっと水取ってきましょう。明日来た。忙しいよ。灰と水混ぜたのがインクになるのかな？わからん。想像がつからん。なんか絵の具の材料的に考えるならね、油と灰でいけそうな感じするんだけどな。この方はいらないかな。お肉もらって、皮もらって、一応骨ももらっとくか。インクの作り方謎。結構謎っすね。まあ探り探りやれて楽しいっすけどね。棚がもっと欲しくなりますね。じゃあご遺体を燃やしてから、燃やしたら、水を取りに来て確認してみましょう。レシピ関係なんかヒントあったらいいんですけどね。エネルギー切れ。そろそろ睡眠取んなきゃまずいか？で、お水回収してと。
炉が余ってますね。なんか作っといた方がいいのかな。陶器製のボールってどうやって作るんですかね。陶器製のボールの作り方。書いてあるかな。あ、ろくろを作れるのか。後でいいや。ろくろ作んないと陶器製のボールは作れないんですね。なるほどね。で、お水を取り出してと。OK。全然メインストーリー進めてないんだよな。そろそろ進めなきゃまずいんだけど。ろくろ。ポッターって言うんだ。へえ。ハリーポッターみたいだな。これじゃない。こっちか。あ、水でもいける。水でもいけるし、生命の溶液でもいけるし、血液でもいける。まっくんこれでいけんじゃないかな。黒煙の粘っこい液体。いや、違う。なんか違う。なんか違うな。これ何に使うの？マジで何に使うの？思ったより違うものができたな。じゃあ血液と混ぜんのかな。血液と、違う、水じゃない。と、血液。生活の粘っこい液体。マジでこれ何に使うの？あ、わかんない。粘っこい液体と、でも粘っこい液体何に使うんだマジで。これ、作ったのはいいけど、これ失敗作か？粘っこい液体は何に使うの？作ったのはいいけど。もうマジで黒色ペンキの作り方がわかんねえよ。結構ノーヒントだよな。なんかよくわかんない失敗作ができたよ。まあでも研究に使えるからありっちゃありか。ネバネバスライム。ほんとだよ。他に試してないのある？もう思いつかないよ。水も油もダメなんて。というかまず油がないもんね。表示されない。生命の領域とか混ぜてみる？お、成長強化薬。これあれ肥料に使うやつですね、きっと。これで肥料と混ぜるんじゃない？ほら、ここで使う。いや、違うんだよ。インクが作りたいんだよ。黒色ペンキはマジでどこにあるんだ？なんか間違ってんのかなどっか。それとも今の段階だとまだ作れないのかな？ちょっと諦めるか。一応作れましたけどなんか違うんだよな。求めているものと違うんだよな。一応この2つを研究してみるか。
もしかしたら何かが得られるかもしれない。研究。粉にできる。あれか、研究しないと、あれなのかな。加工できないのかな。そんなことないよね。ああ、やっぱ研究しないとダメなんだ。で、4つあると何かになるよ。からんね。で、生活の粘っこい液体。血と炭で作れた。粉にも液にもエキスにもできる。結構1ポイントかよ。経験値しょっぱいな。ついでにあとお肉も研究しとこう。ポイントもらえるかも。いいね。いっぱいもらえた。マジで何に使うんだ ?4 つ作ると何かにできる。試しに4つ作ってみるか。炭と水だよね。死の粘っこい。さっきとできたもん違うんですけど。あ、これやっぱ失敗ってことなのかな。あと順番があるのかな。これ失敗っぽいね。なんか。ほら、できるもん違うもんな。失敗になるとなんかよくわかんないのになるんでしょうね。じゃあどうすればいいんだろう。水スタートだといけないしね。あれかな、油も研究しないと使えないのかな。なかなか難しい。これ要するに失敗作ってことね。よくわかんないのできちゃったよーってことだと思うんですけどね。油の研究はできないのかな。油できないや。仕方ない。ちょっと、普通に買いに行こう。間に合うかな。間に合わなかった。普通に買うしかなさそうですね。作り方が全く想像がつかないので。マジで作り方わからんな。想像で作ってたけど、やっぱうまくいかないっすね。油と炭を混ぜれば、インクになるだろうみたいな。家に帰るか。なので、ひとまず、沼地の魔女への道をちょっと確保しましょうか。油種。ティグから購入するから大麻の種を材料にワインプレス機で作れる。じゃあ食用油とその実用油は違うってことか。だから私が油だと思っていたものは油じゃん。食用油はじゃあダメなんだ。じゃあワインプレス機、ちょっとディグから種を買ってこないといけないですね。了解。難しいっすね。なかなか。荷物いっぱいになっちゃった。あと、水どこに入れてたっけ。まあ、いいか。で、一度帰って。じゃあ、お祈りしてからディグに会いに行きましょうか。ディグさんは毎日いるんで、大丈夫だと思う。で、お肉をスライスして、このゲーム結構難しいんですよね。何をどうすればいいかが、なかなか想像力がいるというか。
進行ポイントも欲しいですしね。なのでお祈りをして、ポイントを稼ごう。チュートリアルが親切とも言うか。そうっすね。レシピ表に詳しく情報が載ってないですからね。雰囲気でやりなさいってことかも。あと街の人が教えてくれないんだよな。結構、冷たいんだよな。よし、オッケー。で、ティグさんに会いに行こう。東大に一度行って、街に戻りながらティグさんに話しかけましょう。今、ちょうどお金には余裕があるので、種をいっぱい買い占めときましょう。ではこれじゃダメなのかな。いや、これだよね。種油。あれー、わからんね。マジでわからんね。どういうことだ。ひとまず買っとくか。これ使わせてもらえないのかな。ここにワインプレス機あるんですけどね。謎ですね。スキル取れてないのかな。油を取る技術。いや、難しいな。死体スキルじゃないし、錬金術でもないし、錬金術作業台2が必要なのかな。上流がいるのかな。ちょっとわかんないですね。一応解放しとくか。ここは関係ないでしょう。紙の生産。簡単な印刷機。物書きへの刺激。机2じゃないといけないものとかあんのかな。いやー、わかんないっすね。こっちもお酒作りでしょ。まあでも、ここがね、空いてないのがちょっとね、なんかあるのかも。ここで作れるようになるのかな。まだその時じゃないのかもしれない。まあまあ、天文学者さんから買っちゃえばいいんすけどね。売ってると思うんだけどな。わかんないっすね、作り方がマジで。謎だ。ちょっとあれだな。やっぱインク作りは諦めよう。作り方がマジでわからん。残念ながら私の脳みそでは理解できない。
どうやって作るんですかね。ワインプレス機もね、醸造、お酒の方で作れると思うんで、でも、持ってるんですよ、種油は。さっき、前回ぐらいに買って持ってるんで、でもこれじゃダメなんですよね。これじゃ作れないんだよな。あれかな？ないよね。作業台のレベル上げなきゃいけないのかな？ない。わからんね。じゃあちょっとあれですね、メインクエストを進めましょうか。最近サボってたので。ひとまず沼地の魔女さんに会えるようにショートカットを作りに行きましょう。行ったり来たりがめんどくさすぎるので。で、橋かけるための材料が必要になるので、ただそれがわかんないので、それっぽい材料をいっぱい持っていこう。勘で。まず丸太いるでしょ？丸太も、だいたい丸太と、鉄部品でしょ？鉄部品作って、釘でしょ？あと、木板を作って、6個あれば大丈夫じゃない？厳しいかな。作業ができない。こっちからいけるか。ちょっと想像だけど、今までの勘でアイテムを持っていこう。で、ちょっと丸太が足りないので持ってくか。丸太をもうちょっと。で、もしかしたらくさびが必要になるかもしれないので、くさびも持っていきましょう。あ、丸太がないと。丸太作って。で、くさび作って。これだけあればいけるでしょう。いけると思うけどな。もう一枚ぐらい作っとくか。不安だから。で、睡眠とっといて、眠くならないように。素材が重たいですね。もう主人公メンタルだけじゃなくフィジカルも強いから、重いものを大量に持てるんです。ただ種類が持てない。種類はいっぱい持てない。なぜか。種類をいっぱい持とうとすると、持てなくなっちゃう。急げー。これで橋作れると思うんですけどね。で、死体の配達も今止めてるので、ちょうどいいですね。1日2日帰らなくても大丈夫なはず。こんなすぐそばなのにね。こうやってこっちに移動して、ぐるっと回って、めちゃくちゃぐるっと回るんだよね。重量制限がないのが謎。
なんかドットゲームって重量制限ないですよね。イメージだと 3D ゲームだとなぜか重量制限が発生するんだよな。イメージだとね。なんでなんだろうね。なんで 3D になった途端重量という概念が存在するようになるんだろう。世界が変わるから。マジで遠いよな。ゴールはすぐそばに見えているのに。OK、着いた。OK。勘で持ってきたけどなんとかなりましたね。これで魔女のおばさんにもいつでも会えますね。あ、魔女の人も一日中いるんだな。大釜を渡す。ポーションを渡す。かぼちゃを渡す。へえ。なんか大釜って鍛冶屋さんで売ってたよね。鍛冶屋さんにあるんじゃないかみたいなこと言ってたような気がするので、ワープで街に移動して、ミスった。我が家に戻ってきちゃった。ちゃんと見ないでやっちゃった。で、いらない材料は処分して。魔女さんなんかね、記憶喪失らしいっす。だから、大釜があると思い出すんじゃないかねって話をしてたような気がする。魔女の大釜が。まだか。で、魔女の記憶を呼び戻さないと、商人さんの問題が解決しない。やっちゃった。すぐ我が家に戻る癖やばいな、マジで。もう無理かな。普通に歩いていこう。勢いでよしちゃうんだよな。どんだけ家にいたいんだよ。今度こそ間違いない。デッドホースで。よし、OK。で、鍛冶屋さんに会いに行って、鍛冶屋さんから大釜を作ってもらうんじゃないかな。確かそんな話だったような。大釜ありますね。でもステージ2にならないといけない。どうしたら好感度上がるんだろう。買ってあげなきゃいけないのかな。60円。やっぱ買ってあげないと好感度が上がんないらしいです。よくできてるね。じゃあインゴット買ってくか。そんなにお金持ってないけどな。ここに大釜あるんすよね。ぶっちゃけずっと自作してたからな。好感度が全然上がってないんですよね。じゃあやっぱ金策するしかないのか。好感度上げるために。なかなかめんどくさいですね。物を売ってもいいのかな。そっか、売却でもいいなら、錆びたハンマーとかいっぱい作って持ってきましょう。錆びたハンマーをいっぱい作って、売却して好感度を上げるか。でも作れないっすね、錆びたハンマーは。金具とかでもいいのかな。
あ、でもインゴット売るのもありか。今数あるので。インゴット売って好感度を稼ぐか。鉄インゴット作ってもらって、ちょっと、でも、デッドホースで行って、間に合うかな。まさかここに来て、自作してたのが裏目に出るとは。いいね、売却できる。おお、めっちゃ稼げんじゃん、インゴットで。あ、インゴットで稼ぐのありですね。ほっとけば作れるし。めっちゃ高い値段で買い取ってくれる。いいね。ちょっとインゴット作りまくろうぜ。だから売ってるものしか買い取ってくれないシステムっぽいっすね。この世界は。まあ自分で作る分もあるんだけどね。じゃあ鉄鉱石取り行くか。あ、でも女性の日になったから。で、商人さんだよね。次、商人さんの日。商人さん。商人さんどこ？商人さんが交易資格と呪いに使う特効薬で、特効薬を売ってるのが魔女さんだから、やっぱ魔女さんのためにダメだな、作んないと。好感度上げないとダメですね。で、そのためにワープして、ちょっとその前にあれだな。ツルハシをもう一個作りましょう。ツルハシ2をもう一個持ってこう。すぐ壊れちゃうから。魔女さんのために頑張る。美人だっていいな。めっちゃ年寄りらしいですけどね。話聞くと。商人さんが若い頃に会ったけど、その時点で老婆だったと言っていたから、かなりの高齢200年300年生きてる方なんじゃないかな、魔女さんは。そう考えるとボケなのか、魔女さんの記憶喪失は。地方症かもしれん。さあ、鉄取り行きましょう。どうやったら好感度上がるんだろうね。美魔女アルツ入ってる。そっか、美魔女の可能性もあるのか。ウィッチャーっぽいけどね、美人の魔女ってイメージだと。ウィッチャーの世界の魔女はずっと若いままだからな。恐ろしい人ばっかりだけど。
まあインクの作り方はまた調べときます。なんかな、勘違いしてることがあると思うんだよな。いやーでもわからんね。錬金術のとこで作るんだと思うんだけど、何かが足りてないんだろうな。砂の時もそうだったしね。あれかな、会話かなんかしてないから作れないのかな。ウィッチャー2の3の魔女だと峰不二子系ですね。そうっすよね。美魔女だよな、本当に。かっこ怖いっていう。呪いが普通にある世界だから怖いっすよね。何をしても絶対に不幸になるとか、そういう感じの展開が多いから、なかなか恐ろしいっすよね。なんていうか、魔法っていうか呪いって感じがイメージが強いっすね。あ、でもインクは買いに行っちゃってもいいか。まあ何にせよ金だな。お金を稼ごう。いっそ陰陽師を召喚したい。確かに。恐ろしいぜ。海外だと人を呪わば穴二つ理論ってあるのかな。日本だと呪うと呪い殺される。自分も呪われるみたいなイメージあるけど、海外でもあるんですかね。日本の呪いのイメージはそんな感じがしちゃうけど。やばい、睡眠不足だ。でいらないのは預けて、一度戻りましょうか。で、鉄鉱石預けて、で、こっちの炉でも鉄を作りましょうか。で、インゴットどうしようかな。60個ぐらい売っちゃうか。あ、こっちにもあるもんね。60個、77個売っちゃいましょう。インクのために黒ペンキ。そうなんですよ。だから、先生術師さんに売ってる場合もあるから、それでもいいかな、みたいな。77個持ってきました。いいね、18銀か。あ、ダメらしい。あ、そうか、持ってる金額の量も一応あるんだ。見てなかったよ。こっちはいくらでもあるんだぜ。さっさと好感度を戻し上げな。
あ、でも全然上がんないんですけど、好感度。しょうがないな。研ぎ石も買ってやるか。どうせ使うもんな。でも購入だとそんな上がんないな。金額じゃないのかな、回数なのか、もしかして。釘をいっぱい買ってみるとどうだろう。高いんだよな、どれも。とはいえ。うわ、ちょっとしか上がらねえ。で、68個。お、結構上がった。やっぱ金額か。でもなかなか先は遠いっすね。この辺はなんで買えないんですかね。ぐへへへ、コンビニで袋はどうしますか。今日は暑いですねに言葉が変わるぐらいの好感度ゲットしても難易度は高いですしね。袋ね。袋どうしますかって今聞かれもしないよね。時代ですよね。なんだろう。あと思うことは、逆にその袋にしないとちょっと嫌がられるんだよな。コンビニの店員さんに、あってこいつ入れるのに時間かかるんだよなって空気になっちゃうんだよな、入れてると。あれもちょっと気まずいんすよね。だからコンビニで買い物するとき袋で買い物した方が気が楽ってのはありますよね。そうなの、ローソンは毎回聞いてくれる。それは優しい店員さんなのかもしれない。あ、でも、量買わないっすからね、僕。コンビニであんまり物買わないんで、買ってもなんか、グミとか、ジュース1本とか、ペットボトル1本ってことが多いんで、だから聞かれないのかもしれん。そんな入れるもんでもないよな、みたいな感じで。その違いかもしれませんね。ちょい気まずい。気まずいんすよ、あれが。その、僕も気まずいけど、店員さんも気まずいんだろうなって感じはありますよね。微妙な空気が漂いますよね。どうしても袋に入れるのって時間かかるから、急いでやっても、ね、1分ぐらいやっぱかかっちゃうから、袋を開けて、しまって、袋閉じて、みたいな感じで。スーパーとかだと楽なんですけどね。もう荷物入れスペースがあるから。なんかコンビニにもそういうスペースあるといいんだけどな。なんかそこにね、用意してくれてるといいよね。スーパー形式になってほしいよな。個人的な意見ですけど。コンビニ買うときカゴパンパンだからかもしれない。社員とのじゃんけんに負けて買い出し。かわいそうに。それってパワハラじゃないんですか。それってパワハラだと思います。パンパンで袋入れますかっていうのは当たり前だもんな。うん、そう思います。それで聞かなかったら鬼だもんな。でもそんだけ買うならもうなんかね、カゴ買っといた方がいいよなって感じしちゃうけどな。マイカゴ持ってる人結構いますもんね。ショッピングバッグはまあ一般的だけど、その
マイプラスチックカゴ持ってる人稀に見るもんね。あれ便利でいいよね。それに入れて買い物してそのまま車までそれで持ってくみたいな。あれかなりいいよね。考えたやつ天才かよって感じだよな。麦の種がもうちょっとある。で、いらないアイテムは収納して、ウジ虫も錬金術で使えそうですけどね。なんかイメージ的に。ウジ虫といえば錬金術なとこあるもんな。あれ違うな。一度全部入れて、取り出しで数量制限すればいいのか。数量設定が難しい。んで、この辺も入れる。キャベツは回収しちゃうか。横に袋詰めのスペース欲しいですよね。欲しい、超欲しいです。なんかレンジを置いてくれてるとこがあると気が楽ですね。そこでいつも袋詰めできるんで。イートインの端っこ、袋詰めスペース。そうなんだよな。イートインないとこ最近多いんですよね。コロナから減りましたよね。コロナの時にイートイン閉鎖してもうずっと復活してないとかね。結構あるんですよね。まあ別に使わないんで別にいいんですけど。未だに本気じゃんけんする会社。いやー、それなかなかいいですね。家族のように和気あいあいとしてるイメージが湧きます。フレンドリーでいいんじゃないですか。前働いてたとこで強制的に一緒にご飯食べに行かなきゃいけないプレイがあった時は地獄でしたね。一緒に飯行くよなっていう。はい、行きたくないっていう時があったのを思い出します。一緒に飯禁止にしてよかったな。いや、まあなんか気心の知れたね、先輩とか後輩とかと行くならいいんですけど、ね営業部全員で行くぞみたいな。いやだ、行きたくない。行きたくないんじゃーってなったのを思い出します。楽しくないんじゃーっていう。ご飯の時も接待したくないんじゃーってなったのを思い出しますわ。で、その空気を出してしまいまた怒られるみたいな。トラウマだよ。マジでトラウマだよ。体育会系怖いよ。ってのを思い出しますね。薪も持ってくか。どっちにしろ時間はかかるので、どうなんだろうな。加工した方が単価はお得になるのかな。まあ、釘いっぱい作って持ってくのもありか。インゴット売るよりは。
だってインゴット1個で釘12本作れますからね。ちょっと釘を大量生産して持ってってみるか。インゴットもいいけど、釘を大量に作って売った方がコスパがいい可能性がありますね。で、炉で鉄のインゴットを作ってる間に、あれしよう。焼却場用の薪を作ろう。1個で5個で作れる。1個で4個作れる。じゃあこっちのカッターのがお得ですね。もう8本ぐらい作っちゃおう。死体来たわ。そうなんだよな。死体来るとな。挟まるんですよね。作業が途中で。集中力切れる。邪魔なんだよな、結構。本業だけど。そうそう、友達に近い関係以外は辛い。そう、食べたいものも選べませんしね。おお、ここに行くぞーだって、はいってなるっていう。拒否は許されんみたいな。そうなんです。ご飯の時まで上司の愚痴と自慢話は聞きたくないです。そうなんだよな。まあでも上司化したら気を使ってるになるから余計にね、こっちはもう勘弁してくれな空気なのに、向こうは気を使ってやってんだぞのなんとも言えない。より怒りを買う可能性が高くなるんですよね。この俺様がお前なんかのために時間を使ってやってんだぞ、気を使えってなるんですよね。すいません、それが重いんですって言えないっていう。トラウマだわ。なんかそう考えるとやっぱり学生時代に体育会系の部活やっとけばよかったなって感じますね。そういうノリに対応できるようになるから。それを苦に感じなくなれるようになれたから。失敗だよね。体育会系のね、部活に興味なくても一回はやっとくべきだよなって感じますね。経験として。気を使うとマウントが嫌です。やめてほしいよね。でもそういう人って人の話聞かないからな。この俺の話の邪魔をするんじゃねえってなっちゃうから、難しいんすよね。なかなか会話が成立しないから。まずは気に入られてから、なかなかいいじゃないかお前ってなってから、話を聞いてもらえるからそこが辛いよな。そこまでが辛すぎる。なお、気に入られても自由はない模様みたいなそれもまたより辛い。気に入られてもちょっとマシになるだけっていう。俺の話を聞け世界線。そうなんですよね。まあでもそういう人のが楽っちゃ楽な人もいるんだよな。人によって違うから面白いですよね。だからご飯代おごってくれるし、ねえ、やりたいことは助けてくれるしで、そういう人と絡んでる方がいいって方も結構いると思うしな。人によってですよね。別に嫌いだったわけじゃないんですけどね、その上司の先輩は。その上司の先輩の上司は、さらに同じ体育会系だったから、すごいなって思いましたね。普段あんなに横暴な先輩が横暴にめっちゃ耐えてるっていう。だから普段横暴なんだなっていう、負の連鎖だぜって感じましたね。
気に入られたら気に入られたで面倒。そうなんですよね。もう基本合わないのに気に入られてもいいことはないんだよな。だから体育会系でもいい加減な先輩の方が楽でしたね。結構几帳面な体育会系はマジやばいよ。マジで A 型の恐ろしいよ。1から100まで全部指示してくるよ。怖いよ。いい加減なね人だと結構まあまあいいよいいよってしょうがねえなってなっていい兄貴感が出るんですけど、几帳面系の体育会系の人はマジ大変なんだよな。それ違うこれ違うあれ違うってなんでわからないんだってなっちゃうから、なかなか相性が悪かったっすね。負の連鎖。まあ人によると思いますよ。だからそういうノリが全然余裕な人はうまくやれてたし、逆に気使わなくてよくて楽ってなってたから、クエンがダメなだけなんですけど、だから面白いというか、なかなか難しいとこなんですよね、人間関係の。やり方によってやっぱうまい下手が出てくるから。几帳面系の体育会系は残業もデフォルトでしたね。そうでしたね。その先輩はもうその上司の先輩にめっちゃ気使って体めっちゃ壊してましたからね。すげえ心配でしたけどね。そこまでしなくていいやろって本当に思いましたよ。ヘルニアとかになっちゃうんじゃないかなって思いましたね。腰バッキバキになってて。私もきつかったです先帰れないもんね。だって一度さ、有給取るときと早く帰るときに帰っていいのみたいなこと言われた記憶がある帰っていいんだ君みたいな帰っていいと思うなら帰ってもいいよって、帰りますって言うと帰っていいんだって言われて、うわーってなりました結局ダメってことじゃないか、うわーって。懐かしいわ。なかなかのトラウマでしたね。釘何個ぐらい ?120 個ぐらい作ってみるか。120個ぐらいだといくらぐらいで売れるんだろう。わかる。私も体壊して入院して会社辞めたタイプなので共感の嵐です。いや、すごいと思うよ。体壊すまでできる人はマジで。すげえと思う、マジで。立派だよ。マジで、本当に。まあだからこそダメだったんです。ダメというか、怒られたり、しばかれたりしたんですけどね。それって変じゃないってこうで推しちゃうから、顔に出ちゃうから、なんだ気に食わないのかってなって怒られるっていう。だからそれをちゃんと感じさせないように耐えて体壊すまで働ける人は立派だと思うな。有給は40度の声の熱の時と雪で電車が止まった時でしたね。トラウマやばいよな。
オーバーワークが普通になってる会社自体がやばいよね。基本残業しなきゃいけない場合って、その能力が低くて仕事が終わんなくてやってる場合と、単純にやること多すぎて仕事できる人でもオーバーワークしないといけない状況かのどっちかだから、基本やばいよね。ちなみに僕は仕事ができない方でしたけどね。仕事ができないのに有給取りますって言って怒られたな。怒られたっていうか殺されかけたな。目で。殺すぞお前っていう。給料泥棒めって目で見られたな。まあ間違っちゃいないけど。釘120個はもう鍛冶屋。やばいよね。作りすぎだろうって感じだよね。お、インク買いに行こうかな。先生術師さんのその曜日になったので。釘を売りに行きつつ、あれかな、先生術師さんに買いに行くか。ついでにあれだな、埋葬証明書も売っちゃおう。配信できるクエンさんの方がすごい。私は裏方専門なので尊敬です。気分転換にやってみるのはいいと思いますよ。もう有名 YouTuber とかになるとかじゃない限りは気楽にやっても趣味でやってる方も多いですしね。時間が取れるようならやってみても楽しいんじゃないかなと思いますけどね。で、釘を120本売りに行きましょうか。釘を売ってる間にワープストーンのあれがロードが溜まると思うので、120個でいくらぐらいだ？あ、結構いい値段になりますね。あ、そっか、お金ねえのか。難しいっすね。4銀貨しかない。ちょっと鍛冶師さんの好感度上げんのクソ大変じゃないっすか。手間かかるな。あれ？一度全部下げて、で、改めて、4銀貨94銅貨。これでいいかな。あ、それでインゴット買えばいいのか。で、インゴット買って、インゴットを買って、これぐらい？物々交換でもいいっすね。そっか、物々交換すれば結構な量売れるな。こうして、で、取引完了。あ、そっか、もうちょっと買わないとダメか。2銀貨26銅貨分を買って、これでいいんじゃない？で、これを使ってまた釘作ればいいのか。なるほどね。そうすれば効率的にポイントが稼げますね。で、東大に行って、配信ボタンをブルって押せないです。編集なら強気なんですけどね。わかるー。初めて3ヶ月はブルってました。配信ボタン押さなきゃ。配信ボタンを押したら、全部流れちゃう。音声が全部流れちゃう。怖いよって思ったのを思い出します。今もう全然です。
入っちゃいけない音も入ってもいいかなって思ってます。削除しなきゃいけないんですけどね。ああ、やっぱ売ってないっすね。液は。廃液は。まあ、インク普通に買っちゃえばいいっすね。1ドル50銅貨だから全然高くない。だからこれ2個買って、これ2個買って、羽2個買えばいいんじゃない？これワンセットだよね。これでインク問題も解決ですね。あとは、ワープストーンで家に帰ってと。鍛冶屋にお金がないというまさかの事態、商業ギルドにないのかな。でもこういうゲームでさ、あれじゃないですか。売りたいけどお金がないってよくありますよね。あるあるだよな。スカイリムとかでもあったじゃないですか。仕方ねえなーって。物品薬で我慢してやるよっていう物々交換で。それを思い出しますね。じゃあ、これを、インクと羽を手に入れたので、それを使って、お祈りを作りましょうか。スカイリムありましたよね、物々交換。ありましたよね。薬とか材料を買ってましたね、自分は。錬金術のポイントを上げるために。基本錬金術で金稼ぎしてたから、高い薬を売ると、代わりにお金以外のものを回収するために薬買ったりしてましたね。懐かしいです。ペンとインク。あ、羽3個必要なのか。じゃあちょっと羽買いに行こう。東大でまだ売ってるよね。今いくつ持ってる？ 2 個、3個で1セットだから、1セット、だから4個必要だね。2セット分で。で、ワープで戻りましょう。やべ、死体来た。じゃあ、ワープで戻って、死体の処理をしましょう。やっぱお金稼いで、買っちゃうのも全然ありなんだな。自分で作るとなかなか大変ですもんね。作り方のヒントも結構ないから。攻略サイト見ながらならいいんだろうけど。どうすっかな。埋めちゃってもいいけどね。33が一番困るよな。どっちでもないから。まあでも墓場ひとまずいっぱいにしたいよな。そっから厳選するなりなんなりすればいいから。ひとまず埋めちゃおう。よほど状態が悪いご遺体じゃないなら。そうですよね。作るより買うのが楽。でも作る方が楽しいんすよね。作る方が楽しいからまた悩ましい。できれば自分で作りたい。でもどうにもわからんパターンもあるからな。墓石がもうないね。ちょっと墓石と外作を作りに行きましょうか。自分で作れたら感動。
ですよね。スカイリムとかでもね、家事結構楽しいですしね。錬金術、家事、呪術何でしたっけ？不呪か。不呪楽しいんですよね。毎回やっちゃうんだよな。で、めちゃくちゃ強いの作って満足して終わるんだよな。よし、満足した。超強いの使ったから今回のスカイリムはもう終わりだな、みたいな。ってのを思い出します。これもいらないでしょ。で、墓を作りましょうか。鉄のインゴットは、黒鉛をちょっと作っとくかな。こっちか。墓標を4つぐらい。そして外作が2つぐらいかな。そろそろ外作のレベルを1ランク上のやつも作りたいですね。磨かれた石で作れるから作っちゃってもいいかもな。深夜作業お疲れ様です。そうなんだよね。夜作業のデメリットとかあったら面白かったのにねって感じますね。ついつい夜になっちゃうんだよな。見づらいから配信的にはアウトな感じしますけど。OK。で、今日お祈りの日か。忘れないようにしよう。スカイリム不呪楽しすぎです。スカイリム不呪ってなんすか？不呪。不呪技術の話ですね。すいません。スカイリムの不呪が楽しすぎです。装備を作ってエンディングまでいかない。そうなんですよ。不呪楽しいんだよな。最近スカイリムが釣りだけで最強武器が揃ってしまう。釣りなんてあったっけ？そっか、釣りやってねえかもな。釣りだけでも最強揃うんだ、今。面白いっすね。お祈りポイントをもらいに行きましょう。これでインクとペンができた。これ売ってもいいけどね。で、何作るんでしたっけ？お祈りか。寄付を求めるお祈りでお金をがっつりもらいたいっすね。でもお祈りいらないか。どうだろう。寄付いらないってやつもあるけどね。原稿の一部を作んなきゃいけない。原稿を作るためには3つ必要だから。これで作れますね。これで工作して、これを3つ作ればいい。間に合うかな。今日のお祈りにこの新しいお祈りを間に合わせたい。で、原稿の一部を作って、で、これを使って寄付を求めるお祈り。なかなか複雑な作業ですね。執筆活動でも青ポイントもらえるんだ。では早速新しいお祈りを試してみましょう。寄付を求めるお祈り。いっぱいお金もらえるかな。最初のお祈りは全然いいんじゃないですかね。でも進行ポイントはいまいちか。
進行ポイントは同じっすね。さあ、いくらでしょう。4銀貨。あ、結構もらえますね。美味しいです。これで金額、お金的には相当困らなくなりますね。安定した収入が入るので。で、アイテム。確か、ミッションで誰か、紙とインクを欲しがってる人がいるので、誰だったかな。バーグナーさんが紙10枚とインク1瓶。了解。じゃああげましょうか。今ならあるし。紙10枚もあるよね。紙10枚。紙10枚と、白紙でいいのかな。まあ、持ってってみてか考えるか。と、インク。ペンとインクじゃダメなのかな。あー、ダメだ。ペンとインクにしちゃうとダメなのかもしれない。失敗したよ。残念。きっとペンとインクじゃ許されないよな。バーグナーさんにインクの作り方教えてもらえないかな。ワープで聞いてみるか。具体的な内容は教えてくれないっすね。インクが作れたらいいんだけど。そう、セットになると許せない。僕はこの羽ペンじゃなきゃダメだね。このよくわからない君を作った紙、その筆羽ペンはちょっと嫌だなって言われちゃうんでしょうね。燃料がそろそろなくなってきたな。で、何やろうとしてましたっけ。急にふとやることが分かんなくなるな。なんかやろうとしていたような気はするんだけど。どうしようかな。あ、そっか。お金稼ぐんだった。お金と鍛冶屋さんのポイントを稼ぐんだった。思い出した。じゃあ釘をいっぱい作って売りに行きましょう。240本持ってこう。作るの簡単でいいですね。個数もいっぱい稼げるし。こだわりの羽ペン。そうなんですよ。バーグナーさんはね、若い銀融詩人さんだからね、こだわりが強いんですよ。文房具にこだわりを異常に持ってる人とかもいるじゃないですか。現実世界にも。それと同じですよ、きっと。僕はパイロットのペンが一番好きでしたね。シャープペンもボールペンもパイロットのやつが一番大好きでした。それと同じですよ、きっと。
人によって使いやすい道具ってありますもんね。墓と外作を作って、鍛冶屋とのラブラブ好感度アップの2本でしたね。そう、わかんなくなるんだよな。何やってたっけってなるんだよね。申し訳ないけど。やること多すぎなんだよな。まあ、100個ぐらいインゴットが余ってればいいから。あと合間に畑も、採石場にも行かないといけないから、ほんと忘れるよね。記憶喪失になるんだよな、瞬間的に。あ、今何してたっけっていう。こうやって小麦をね、作ると今度はパンも作んなきゃいけないんだよね。忘れるよな。で、いらないのは入れて、そろそろ畑はもうやらなくてもいいかもね。結構な量あるから。やっぱ序盤は畑やっぱ必須ですね。こう考えると。簡単に食べ物が育てられるから。24時間頑張って働くためにも畑は必須ですな。種あるかな。まだ麦が2つありますね。麦入れて、パイロット懐かしいですね。パイロット今ダメなの？人気ないの？懐かしいって言われるレベルなんだ。もうオワコンなのか、パイロットは。24時間働けますか。リゲインだけでいいですよね。懐かしいなぁ。今、リゲイン飲んでる人なんていないっすよね。ていうか、リゲイン知らないんじゃないかな、若い人。今、モンスターエナジーとレッドブル一強ですもんね。一強というか二強か。もうお年寄りだけのイメージだよ。瓶の栄養ドリンク買ってる人。そんなイメージがあります。で、釘を売却して、あ、そっか、全部売却。300個もあるよ。やばいな。業者かなみたいな。17金貨で。まずインゴットは全部もらって。っていうかこれ、錬金術じゃない？予想だと釘に使ったインゴットの数って20本ぐらいだけど、インゴット代の方が安いのかもしかして。元取れるんじゃないこれ。マイナス16。これをペイさせればいいってことだよね。取り行かなくていい説があるな。もうここで交換で、元取れる感があるな。で、10個ぐらい
1ドル21ドルか。こうか。だって40個もらえるんでしょ？ 20 個ぐらいしか使ってないと思うんだよな。だから2倍の20個のインゴットを使って作った釘を40個のインゴットと交換できるわけですね。完璧ですね。いえいえ、鉛筆とかボールペン自体は触らなくなりました。キーボードとマウスになりました。あ、確かに。今はモンスターかレッドブル。そうなんですよね。栄養ドリンク買う人だいぶ減ったんじゃないかな。瓶の処分もめんどくさいですしね、正直。これで永遠にインゴットが増えるな。あともうちょっとだ。あ、やっとこれで解放されるよ。いや、大変だった。でも新たな発見ができたのはいいですね。採石場に行かなくていいぞ。足りなくなったらインゴットを画面に行けばいいんだ。鍛冶師から。おい、インゴットよこせよ。鍵300本持ってきたからよって。いいですね。ありがたい。これで明日になったら復活するらしいから、あ、でもちょっとあれ、レディーに会いに行きたいっすね。レディーなんとかさんに親交があれば会えるので。アスホーって言ってんだよな、完全に。自信を持たないと進行合しよう。さてどうなるか。謝罪してほしいな。私は大したことないどころか尊敬される墓場の番人だ。でもあなたの熱心なファンでもある。よければ墓守とだけ呼んでくれ。あなたにも見どころあるみたいね。その汚れ仕事と物腰の違いとかもね。どうやら気に入られたみたいね。お会いできて光栄よ、墓守さん。それと褒めるなら私の才能だけではなく美しさも称えてね。ぜひとも素敵な言葉を聞きたいわ。質問があるんだ。スネークについて尋ねる。教会の地下室でスネークと会ったよ。あまり口数の多い人じゃないね。あなたなら彼と取引するのを手伝ってくれるんじゃないか？あんな怪しい男と取引ができるのか知らないけれど。それとももしあの男に会ったらあいつの顔にこの偽造コインを投げつけてくれる？終わったらあいつがどんな顔してたか教えに来てちょうだい。町の通行許可証の入手について尋ねる。町の通行許可証を手に入れるのを手伝ってくれないか？他にもご用はあるかしら？それとも一晩心情を一緒にした方がいい？そういう質問するなら相手をもっとよく知った方がいいんじゃないかしら。それって町の通行許可証の質問のことかい？それとも両方よ、バカな人ね。面白い人だから教えてあげる。友達の一人から聞いたんだけど、頼み事と大金と引き換えにスネークが町の通行許可証を渡してくれるって話よ。それとも神父の仕業だったかしら。忘れちゃったわ。なるほどね。いろいろ教えてもらいましたね。結構重要なキャラなんですね。我が家に戻って死体の処理しなきゃ。意外に強気な墓守。本当でしたね。信仰パワーでその勇気が出たんでしょうね。なんか恨みがあるのかしら。偽造コインを投げつけるなんて。あれじゃないですか。ミスチャームに支払いしたコインが実は偽造効果だったとかじゃないですか。仕事を頼んで、スネークがミスチャームに仕事頼んだんだけど、報酬が偽造コインだったから、あのクソ野郎ってことじゃないですか。私に偽コインをつかませやがって、みたいな。イメージですけどね。具体的な話は出てないので。どっちも悪者だからな。夕飯を作らなきゃのノリで死体処理。ほんとっすね。
でもまだ空きがあるからね、設置してあげたいっすよね。いいね。ハカポイントも113まで上がりましたね。でもミッション中にその死体来るのマジ困りますね。お話中は時間止まっててほしいよな。オッケー。じゃあスネークさんに偽造コインを渡しに行きましょうか。スネークさんは夜になったら現れるので、いつでも会いに行けますね。脂肪と血を入れて、進行も必要なんだよな。スネークさんとの会話にも進行が必要なので、回復用の食料だけ持ってくか。もういるんじゃない？夜になったから。死体を貯めておいて、後でまとめて処理ができたらいいのに。できますよ、一応。ただ、時間で状態が下がっちゃうんで、全部焼却することになっちゃうけど。そこが厳しいんですよね。そのパーセンテージがあって、届いた瞬間は 100% なんだけど、時間経過でパーセンテージが下がってくんで、そこ辛いよね。鮮度が落ちるんですね、がっかり。だから、埋葬するには困るけど、燃やしちゃうなら全然それでもありかもしれないですね。だから、墓いっぱいになったら、もう新しい人入れられないから、もう放置してもいいかもしれない。で、暇な時間に全部まとめて処理お肉にしちゃうみたいな感じもありかなって思いますけど。説得してみる。あなたに敵対するつもりはない。むしろ手伝ってもいいくらいだ。役に立ちそうには見えないが、害もなさそうだな。この門を開けてくれるのを手伝ってくれ。この手順書を手に入れたんだが、どうやっても鍵が必要でな。ロックピックが使えねえ。鍵を持ってこい。話はそれからだ。作るなり見つけるなりどっちでもいい。鍵持ってるけど、ひとまず今は鍵の話はいいかな。この手順書を持っていけ。ミス・チャームがこれを渡してくれと。あいつがこれを冗談だと言ってなかったか？はいはい。昔は優しくて繊細なやつだったんだがな。で、お前はあいつの新しい彼氏か何かか。彼女とは会ったばかりだ。それがもうお使いやってるわけか。よくある話だな。スネークいくつかの品物を探してくれるか。マジで何か探してもらいたいんだけど何か頼めるかな。俺なら何だって探し出せる。言ってみな。埃の鏡と永久に燃える石炭、それと塩っぽいフォークだ。これ、まだの話じゃない？変な注文だな。ちなみにお前も気づいてると思うが、俺は今非常に重要な計画を抱えている。こっちは時間が足りねえ。だが、そっちも手伝ってくれるならこっちも借りは返す。じゃあ、鍵を渡さないと進めない感じか。じゃあ、開けちゃいましょうか。なんかね、肉の印鑑とか買えるのかなと思ったけど、鍵開けないとダメっぽいんで、開けちゃおう。骸骨の名前なんだっけ？ジョニー違ったかな？ジョンからもらったやつ。最近話してないから名前忘れたな。鍵を渡す。あれ、渡せない。なんで？この鍵じゃないの？
開けられないっすね。手順書を見ればいいのか。この説明に従って墓守の鍵を研究テーブルで使う必要がある。あ、はい、わかりました。研究テーブルで鍵をまず分析しないといけないのか。やっぱそう簡単には進まないよね。で、研究。次の研究が完了。あ、これで、あれか。有効的な鍵になるのか。鍵にも仕組みがあるんですね。で、鍵を渡す。例の鍵を持ってきた。やるじゃねえか、墓守。ようやくか、これで一歩前進だな。それじゃお先にどうぞ。俺は価値もない男などと奴らのにやけ面を消し去ってやる。誰の話をしてるんだ？誰もかもだぜ。この呪われた町に住んでやがる全員さ。俺よりも上だと思ってやがる連中のことだ。俺が、奴らが全てを持っていて、俺が何も消えた。何も持て読めない。何でもいいけど。死んだんだけど。私が探していたのはあれみたいだな。うわー。墓守また死んだんですけど。よく死ぬな、墓守さん。戻ってあの日誌を手に入れないと。デスペナルティないんだよな、このゲーム。結構不用心に死ねますよね。怖すぎるんだけど。おい、すげえな、お前どうやったんだ？わからない、気づいたら自分の小屋にいた。マジか、人生は俺以外に楽勝みたいだな。ま、今更だけどよ。それにしても役立たずの間抜けが不死だったのか。不公平にも程があるぜ。気に入らねえな。なんだって？気に入らねえって言ってんだ。こいつは書き残しておこう。墓守は死ぬことがない。ならお前の手を借りたいことがある。どうせ不死のお前がいるわけだし、俺もこのダンジョンで死にたい気分でもない。ダンジョンって？この先さ、教会がある前から存在しているらしい。どこまでも続いているのか誰も知らねえ。昔の異教徒は壁に釘を打ち付けられて足を焼かれたそうだ。古代の契約以前の話だがな。それで僕に何を？俺にはいつも情報源ってのがいる。だから必要なものがどこで見つかるかを知ってる。そして俺の復讐計画に必要なものが多くがあのダンジョンに眠っていることが分かっている。まずは血液の入った底なしのバケツ。それと血に濡れた釘5本だ。一つは最初の階層で見つかるはずだ。あの辺りは異教徒連中が拷問された場所だからな。なるほどね。誰かが助けを呼んでるような気がする。そこにいるかい？いるかもしれないし、いないかもしれない。ここにはいろんなものが隠されてるんだ。まあ、俺の計画に関係なきゃどうでもいいがな。調べてみるか。びっくり。まったくだ。歓迎すべき類の驚愕だがね。他の誰かと遭遇したいと必死になっていたところだよ。あなたは生きてるのか？助けは必要かい？意識はあるとだけ言っておこう。それと、助力の提案は痛み入る。私はギュンターという。右のどっかにレバーがあるはずなんだ。わかった。素晴らしい。まだ動くとは意外だな。さて、ちょっと頼みたいんだが、君の持っている剣で私を何度か叩いてくれるか？先に質問に答えてくれるかい？まずは私を殴ってくれ。長い間何も感じていなかったものでね。なかなかシュールなこの人。究極の魔女かな？剣をギュンターに当てる。あらいい感じだ。実に久しぶりの感覚だよ。さて質問があるなら喜んで答えよう。なぜ殴ってほしいって言ったんだ？今の状況では何も感じることができなくてね。最初は悪夢だったよ。だが痛みだけは感じることが分かってね。ま、感じると言ってもそよ風に吹かれている程度なんだが、私はそれにすがるしかなくてね。よかったらもう一度叩こうか？
ありがたい。が、今は遠慮しておこう。久しぶりに味わった君の剣撃は実に爽快だった。あんな気分を再び味わえるのは数年先になるだろう。それに今では骨に残る肉も少ない。これぞという時に取っておかねばな。あなたは誰なんだ？先ほども言ったがギュンターというものだ。あなたは死んでいるのか？それは答えに困る質問だ。個人的には死後者とでも呼んでもらいたい。が、現代文化的に言うならばアンデッドと言われることが多い。どうやってアンデッド、いや、不死死後者になったんだ？科学さ、それに少しばかりの魔法に加えてね。我が主がやってくれた。私だけじゃなく大勢がこうなった。ところで我が同胞たちはまだ墓場で働いているのかな？いや、あなただけだと思う。ところで私が新しい墓守なんだ。ああ、なら同胞を増やすのを手伝ってくれ。きっと君の役に大いに役立つはずだ。死後者を増やすにはどうしたらいいんだ？簡単だ。復活のテーブルの設計図が左手の棚にあるはずだ。それと復活に必要な材料もこの近くに数本置いてあると思う。もっと必要なら錬金術作業台で作るといい。必要な材料は知っているのか？二つ目の材料は血だな。一つは何かだったと思う。何かの粉だったと思う。彼らはあなたみたいになるのかい？いや、残念ながら私は特別でね。何かがうまくいかなかったようだ。頭が良すぎるのかもしれん。他のは馴染まなくてね。それが理由で我が主の手でここに鎖につながれていたというわけだ。カミカミだね。薬を解いてあげようか。私はもうずっと鎖で縛られていて、肉も腐りすぎているものでね。それに意外とここが気に入っている。同胞が役に立つってどんなことに？簡単な作業を代わりにやってくれるんだ。必要な装備を渡してやれば、自分の代わりに資源を集めたり運んだりしてくれる。装備って？森への道沿い、岩の下にゾンビが一体埋められているはずだ。彼を掘り返してそいつの装備を見てみるといい。なるほどね。復活テーブルの設計図ゲット。ゾンビジュースをゲット。一応ストレージとして使えるんだ、そこ。でも手帳を探しに来たんだよね。手帳どこなんだろうね。境界ダンジョンワクワク。そうっすね。剣と防具が整ってから行こうかな。底なしのバケツ、変な名前ですね。変な名前っすね。まあ呪われたアイテムなのかも。喋ってるゾンビ。ギュンターさん。ド M キャラになっちゃったんだよな。ずっと繋がられてたから。死体から下僕を作るんですね。便利。どうしようかな。次回ゾンビ作ってみるか。ゾンビ作りについてはもう一回聞けばいいんだもんね。あ、だよね。ひとまず岩の下にいるゾンビを助けてゲットするとこからかな。で、これ手帳だよね。墓守の日記、日誌か。読めはしないっすね。あとスネークさん、他になんか仕事の話しかするつもりはない。ああ、好感度上げないと王国院をあれか売ってくれないのか。なるほどね。これ直に買った方が早いのかな。あとここもカスタムできますね。壁の頭蓋骨、頭の頭蓋骨。あ、頭蓋骨ここで使うんだ。でもこれ作ってなんか意味あんのかな。ゾンビを下僕にするの巻。結構異世界転生ものだよね、そう考えると。
ゾンビジュース入れて、で、墓守の日誌は、先生術師さんにあげなきゃいけないから置いといて、で、クエストアイテムはここに入れときましょう。ベリージュースと大麻はこっちに入れた方がいいか。で、調理もしといた方がいいよね。人参のカツレツをもうちょっと作っとくか。もはや神父ではなくネクロマンサーですね。神父でもあり、墓守であり、ネクロマンサーでもあるのだ、我は。って感じですかね。鋼鉄のインゴット作るか。ちょっと、鉛を取りに行きましょうか。石炭か、石炭取りに行きましょう。まさかの石炭切れなので。マジでやること多いよね。このゲーム。楽しいけどね、そこがまた。マジやること多い。何やんなきゃいけないかマジ忘れる。採石場行って、で、鉄に関しては、錬金術使えば当分は大丈夫だと思うので、釘を作って売りに行くだけで元が取れると思うので、ダークネス神父。マルチタスク多すぎ。ほんとっすね。だからゾンビさん作れば、こういうのも取ってきてくれるんだろうね。だから次回ゾンビやってみましょうか。メインストーリーほっといて。そう。同時にやるとわけわかんなくなるから、次回はゾンビ関連のミッションをメインにやっていきましょうか。できるとこまで。やべ、死体来た。忙しいなぁ。石炭入れといて。違う、こうじゃなくて火力をまず上げて100でいいか。でインゴット作って、あ、こっちも余ってんだよな。こっち何作るか。作るもん別にないんだよな。鉄作ってる、暇つぶしに。遊ばせとくのももったいないし。ゾンビが労働対価を求めてくるかがワクワクポイントです。ああ、可能性ありますよね。最初の頃言ってたけど、肉かもね。肉をくれ、マスター。肉をくれないと暴れる。ってなるかもしれない。可能性あるよね。肉くれないとマスター食べる。マスターかじる。うまい。ってなるかも。お肉もらって、で、頭蓋骨も使うから頭蓋骨ももらって、内臓ももらって、腸ももらって、脳みそももらって、で、あとはいいかな。ちょっと先に荷物預けてくるか。かじられる。
かじられる。マスターうまいってなっちゃう。またそろそろあれしないとな。荷物がいっぱいになっちゃったな。どうせ燃やしちゃうんだから後回しでもいいか。で、ちょっとね、量が多すぎるので、工作で材料に変えちゃいましょうか。脳みそありすぎなので。まとめて作れたら楽なんですけどね。オッケー。だいぶ減ったんじゃない？あ、そっか、心臓が溜まっちゃってんのか。心臓加工の仕方がわかんないから。だから心臓はもういらないかな。心臓は取らないようにしよう。心臓が溜まっちゃってて、ストレージを圧迫してますね。で、腸も加工してしまって、材料に変えちゃおう。どう？うん、やっぱちょっと心臓多いな。で、粉入れてと。団長は後半になりそうな感じしますけどね。今ちょっとやること多いからな。で、お肉調理して、で、ストレージ入れといてと。あ、で、忘れてた。死体の処理してない。忘れるよね。結局死体の処理忘れるんだよな。燃やしに行くの結構手間ですからね。死体処理すると材料出るでしょ？材料の処理するでしょ？死体忘れるよねってなるよね。拾ってと。仮装しましょうか。はい。あとインクのね、作り方も調べときますわ。はい。では今日はここまでにしようと思います。結構進みましたね。あ、でも忘れてた。魔女の鍋のこと忘れてた。どうしよう。まあ、魔女の大鍋は次回というか、まあ次回以降にしましょう。ひとまず次回はゾンビ関連進めていきたいなって思います。ではでは。えりこさんありがとうございました。また機会があったらよろしくお願いします。ではでは。改めましてご視聴ありがとうございました。星宮クエンでした。もしよかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。ではでは、おつくえんです。魔女鍋ありましたね。そう、忘れてた。忘れちゃうんだよね。お疲れ様です。ではでは。次回ゾンビやります。次回はゾンビやると思う。覚えてたら。